2024年、今年も色々ありました。1月1日に突然やってきた能登半島の震災に、2日に航空事故、さらに9月の豪雨、天災とはいつやってくるのかわからないものだが、何か医療に集中してるとんでもない年であり、政治に至って林葉総理の誕生とともに行われた選挙が、まさかの惨敗により少数与党としてのスタートに対し、アメリカではトランプ大統領の返り咲き、しかもトリプルレッド、上院、下院、大統領が共和党が取るといった完全勝利、大きく変わった状況で来年が始まる。といったようになんだかんだ今年も混迷極まる一年でしたね。しかも、著名人やレジェンド声優が奇跡に乗ることになるなんて、本当に今年は何かがあったんじゃないかと思える一年でしたね。まさにメメントモリってところですね。なんだ、ソシャゲか？死を思えとか、死を忘れるなという意味ですよ。他にも今年の9月末には令和の米騒動なんかもありましたし。迫力量は大変だってヨウムが言ってたわよ。平成の米騒動を知ってる身からしてみれば、あんな程度で騒ぐかってレベルでしたし。あれはマスコミが騒ぎすぎたってそうだしな。SNS によって選挙が大きく変わったということもありましたし。オールドメディアと SNS の対決なんて言われたわよね。私は全然見てないからわからないけれど。自分も情報の取得はラジオが中心ですね。耳からなので作業をしながらでも聞けますし、この騒動は、ラジオスターの悲劇を放出しますし、時代は繰り返しますね。何か今年はいいことがあったかな？大谷フィーバーくらいかな？水谷一平の件もありましたね。そのことはそっとしといてやれよ。今年といえばニコニコ動画に対するサイバー攻撃もありましたね。そのせいでニコニココモンズも使えなくなって、動画制作者にもダメージが出たわね。このことがあったせいか、ニコニコが復活してからは、マリサは大変なものを盗んでいきましたマクドナルドがアレンジ CM を売ったり、日清が L 社代を採用、初音ミクで有名になったロマイスをアレンジに加える CM など、思いつつかいあの頃の平成、俺たちの黄金が帰ってくる、といった衝撃もありましたね。さて、今年のこのチャンネルを振り返ります。後半に質問の回答があるのでサクッといきますよ。今年12月16日現在で登録者数が3678人。去年に比べ1183人増えました。来年の今頃は登録者数が4000人を超えると思います。意外と数が増えたわね。しかも、視聴者が国内だけでなく、海外からの視聴者が現れたのは驚きです。おそらく、オバニワンチャンネル経由で、このチャンネルにも来てもらったのかな、と思いますね。1月投稿の2024年の12司会会議は、1週間で5311回、これを編集中に地震がありました。2月投稿の鬼たちの節分、1週間で2743回再生。まあ、そこそこです。3月投稿お膳和食を食べる、1週間で3504回再生。次のテーマが決めかねてますね。4月投稿4猿の教え、1週間で1860回再生。以外に伸びてませんでした。5月投稿の5体ローグチル、1週間で7075回再生。6月は、現在は閉じていますが、登録者数3000人を超えたことの現状報告でした。この6月分は作ってなかったのか？実は制作中でした。内容としては、2月の鬼たちの節分以降の内容で、この幻想郷に来た理由を書こうとしました。それならそのまま制作して7月に出せばいいじゃない。ところがどっこい。この内容自体が鬼滅の刃の内容をがっつりネタバレする気だったのに、MMD 撮影も終わらないし、編集も終わらない中、無限上編を映画化って、この時点で、うわっどうしよう、って感じになりました。まあ、原作は終わってるので、ネタバレしてもいいのかなぁとも思っています。じゃあ作れよな。そのうちに、7月投稿した5体ローめっちゃ怒られる。1週間で9844回再生。前回の5体ローグチルからの続編になりますが、皆さん5体ロー好きですよね。8月投稿した狐のお客さん。1週間で5502回再生。ゆっくり解説をやってた回がありました。9月投稿したみんなの夏休み。1週間で3968回再生。寺子屋の面々、ミスチーを除いた全員を書いたため、珍しく20分超えた長編になりました。10月投稿したようこそ純喫茶み袋へ。1週間で1436回再生。
振るわなかったものの、オリキャラがまた完成したんで、今後はどう登場させるかですかね。11月投稿したお客様は神様。1週間で3315回再生。そばかす式トライアングルはきついとのお声がありました。皆さんそばかす式が好きですねと、この1年間がありました。1週間再生の落差が激しいわね。今年見られている動画は、過去の MMD 動画全体を含めてみても、五大老会議シリーズがダントツに高い。皆さん五大老が大好きですね。さて次は、6月に募集した質問に答えましょう。質問は13人から入りました。内容によっては重複してるのもあるので、そこはまとめます。まずはこの質問から。ウプ主はリアル日本食は植木屋？はい、植木屋です。とは言っても植木屋にも色々種類がありまして、一般的に思われる庭を手入れする人から、公園や街路樹管理、駅前花壇管理をする人もいます。自分は後者の方が圧倒的に多いですね。使用してる道具はハサミやノコギリを含め、このようなものを使っています。機械類としては草刈りの肩掛けや、チェーンソーも使います。乗れる車も軽自動車から 4T トンダンプトラックに、クレーンがついたユニック車も操作しますし、ユンボコとバックホーも操作できますので、結構マルチに作用をしてますね。一番好きなキャラは誰ですか？東方人気投票で真っ先に誰に票を入れましたか？残念ながらまだ投票はやってないんですよね。これだけ散々東方 MMD やってるのに、好きなキャラクターはチルノやシオン、ヤチエとかですかね。どちらかというとバカな子ほど可愛いと言いますか。ダメな子ほど構いたくなるような性質ですね。また吉兆や知恵のようなスレンダーでショートなんかも好きですし、できる女と見せかけて、ポンコツというのもポイントが高い。できると見せかけてポンコツ。誰かさんを思い出すような話だな。とは言ってもこのチャンネルの話は、幻想郷全体、できればレイムやマリサなどの中心にいる人物を、外から眺める話を作るため、できるだけ多くのキャラクターを登場させていますね。また野玩の実写動画をアップしてください。最近野玩売ってないなぁ。物価高よりも、動画の作成に仕事もあり、ゲームもあまりやってる時間がないようになっちゃったな。というか、実写動画は慣れないと撮影自体が結構めんどくさいですね。五大老の中で誰が一番好きですか？ちなみに私はゆゆこ様です。なぜ五大老の動画を作ろうと思ったのですか？自分もゆゆこ様は好きですね。やんわりとした性格で大食い女子キャラなので、扱いやすい点もありますね。五大老会議を思いついたのは、なんとなく五大老を集めてみたかったというのもあるし、他のチャンネルで見たものが影響があったはずです。ちなみにシリアスのように見せるために、そばかす式を使いましたが、これは格闘漫画大好き、バキ解説を言ってる上海チャンネルで使ってるのを見て、このモデルはどこかで使いたい、と思って使用しました。幻想郷で行ってみたいところはありますか？自分はミスティの店かな。そこで何かを注文したい。個人的にはどこに行きたいというところはないですね。基本的に幻想郷自体は危険なところが多いですからね。妖怪に対抗できるだけの力があれば色々回りたいですが、一回の人間ですから、安全な人里ですかね。好きな MMD 投稿者、好きな MMD 動画をトップ3くらいで教えてください。よく見る東方系動画はどなたですか？これも正直言って絞りきれませんね。正直言って自分より上手い動画を作る人はたくさんいると自負してますし、編集作業中とかに他の人の作品はよく見ます。そこからキャラクター構成やネタなども拾ってます。例えば、うちのケイネ先生はムーさん63さんから来てます。また、オリキャラとして登場したつみふくろマスターは、シュフクロさんとヒローマルの東方ゆっくり茶番チャンネルから来てます。サナエのクソゲー話はそうチャンネルから来てます。キャラクターはもらってきた後、自分でどう味付けをするかが重要ですね。他にも似ている MMD 投稿者は、サワーさん、月カメルトさん、オバニワンさん、サルちゃんさん、長友さん、赤い煩悩寺さん、コテアジさん、ウーキュウリさん、プルプルの MMD さん、青い子ミツキムシさん、タミさん、モミジヤキさん、そしてレイム、マリサ、ヨウムのキャラクターに多くの人が影響が与えた、アマミンさんですかね。その他にも色々なチャンネルと作品をつまみ食いしてますし、色々なところでコメントとして足跡は残してます。もしも幻想郷の五大老 BB8 海軍の総戦力、無人竜人、戦艦40隻、巡洋艦22隻、航空戦艦19隻、土級戦艦4隻、超土級戦艦10隻、大型空母22隻、中型空母44隻、
巡洋艦58隻、駆逐艦224隻、航空機約980機、予備機220機。で戦いに挑んだら勝てますか？また幻想郷を半壊程度は可能ですか？めちゃくちゃ多いな。普通に考えれば、これだけの戦力を保持すれば勝てるといえば勝てる以前に、幻想郷に海がないというツッコミなしで考えます。まず、幻想郷の面々に対しても、五大老に絞っても、兵器としての前提条件が合わないというのがありますね。現実兵器は対人、対象、対物に対する殺傷及び、破壊が前提として作られていますが、ユニコは幽霊なのでどんな兵器も通用しませんね。次にカナコもこの幻想郷では実体があっても、神という概念なので、神社、もしくは人の F などがあれば実現するので、消滅させるのも無理ですね。もし、ユニコを倒すなら霊媒師を連れてくるしかない。カナコの場合は全人類の記憶から消すしか方法がないですね。次の問題はエイリンですが、完璧な不老不死なので各兵器の直撃でも無理です。残るはユカリと聖だけが通用しそうですが、ユカリは隙間に逃げ込めば問題はないので、実質、現実兵器で殺傷できそうなのは聖だけですね。まあ、私も結界を張れば問題はないしね。私の場合はマスパすればいいだけだしな。マリサのフルパワーマスタースパークは、妖怪の山の一角を吹き飛ばしたことがあったそうなので、ドラゴンボールで言えば、フライパン山を消し飛ばした亀仙人のフルマックスカメハメハや、ピッコロの魔漢工作法と同等と考えられますね。正直言って、普通の人間なのにこれはヤバいです。マリサがヤバいのか、ミニワッケロがヤバいのか。幻想郷総動員すれば圧勝しますが、できれば五大老だけで、平和的な解決方法を提示しましょう。まず、軍隊は上層部からの統率によって成り立つので、怒りが上級将校らを片っ端から隙までさらいます。そんなことができるのか？うさんくさい紫おばばならできるでしょう。ついでに戦争自体、軍隊が勝手にできるものではないので、強化を打ってきた国の政治者もさらいましょう。できればカメラの前での演説中のタイミングで、これでかなりの混乱が起きるので軍隊の動きが制限されますね。ゆかりならやりそうね。次にユユコなのですが、ユユコの能力は、死を操る程度の能力、簡単に言えばアルクデスノートですね。その上幽霊なので通常兵器が通用することができません。マジモンのユーク相手にするようなものですが、ここは平和的に、相手の軍の兵隊のうち、食料だけ全部かっさらってもらいましょう。腹が減っては戦はできぬと言いますからね。弾薬や燃料があっても兵士は動けませんね。どうやって相手側に潜り込むんだ？段ボール箱でも被っていくのか？まあその時はゆかり任せですね。次に朝香かな子ですが、彼女の能力は、剣を創造する程度の能力、ピクシブでは風を操る能力とされ、海軍能力しかないなら、彼女の能力で嵐の中をさまよってもらいましょう。船ってそんなことで沈むの？現代の船なら簡単に沈みませんが、嵐の中では航空戦力やミサイル関係も使えませんね。その前に、小川に流されるこの葉の状態なので、機材よりも人の方がダメージが大きいでしょう。次に矢心エイリンですが、彼女の得意技である、なんかよくわからないが効果のある薬を、残った食料に振りまきましょう。それって大丈夫なのか？実際にやるのはゆかりとゆゆこ任せですね。最後に聖ですが、彼女は平和主義なので攻撃はできませんが、ほぼ無力化した兵士にとどめを刺すために、上陸用の戦車やジープを、ジョン・レノンのイマジンを歌いながらひっくり返しましょう。もうこれで戦争どころではないですね。これってあくまでもシミュレーションでしょ。実際に幻想郷には海はないしね。まあそうですね。幻想郷相手に現実兵器では攻略は難しいでしょうね。今回は五大老だけでしたが、鬼や吸血鬼を出したらもっとヤバいことになりますね。特に妹様は出てきたらヤバい。主の動画の作り方を知りたいです。会話や解説パートの下調べとかです。動画の作る時の手順を教えてください。できれば詳しく、どんな時に話を考えつくのかから、ゆっくり解説を始めたきっかけと、東方 MMD 動画を作り始めたきっかけ派なんですか？まずはゆっくり解説からですが、はじめに作った動画は実写で作ったものをアップする動画ですが、この後の動画が作れなかったというのもありますね。そんな時、病院の待合室で長い時間ただ待っていた時に、そういえば、チューリップはラッキョウの仲間なのかなと思い調べてみたところ、思ったより情報が多く、非常に知らないことが多くあったので、これ、動画にしたら面白いんじゃねと思いとにかく見よう見真似で作ってみました。
見よう見まねということは、もともとゆっくり動画は知ってたということ？ゆっくり解説や実況動画は前々から見ていましたから、とにかく真似から入りました。それ以前までは本当に東宝のことは全く知らず、東宝と聞けば、東宝腐敗くらいしか知りませんでしたね。東方丈介よりはマシか。そのため、霊夢とマリサの喋り方や性格も知らないため、そこから東宝のことを調べ始めました。ゆっくり解説も東宝のことを知ってから、霊夢とマリサ以外のキャラも登場させるようになりました。MMD の始まりは、面白い B 級ニュースの旅さんのつながりで、バキ解説の上海さんがゆっくりプラス MMD を使ってたので、へえこんなやり方もあるんだな。俺も MMD をやってみようかな程度では始めました。めちゃくちゃ軽いノリじゃない。その軽いノリが大切でした。とにかくやってみないとできるかどうかわかりませんからね。ゆっくりプラス MMD は何本か作った後、本来ならゆっくり解説で使うネタを使い、本格的に MMD に参入しまいたが、ゆっくり解説と MMD 交互に作っていくうちに、圧倒的に MMD の視聴回数の差が大きく広まったために、MMD の方に集中をしました。やっぱ視聴回数は気になるのか？めっちゃ気になりますね。動画1本にかかる労力からしてみれば、再生回数やコメントも視聴者の反応として気になります。さて、動画の作り方ですが、まずネタ集めは、気になる言葉が頭に浮かんだ時に即座に調べます。仕事中にふと思った事柄やネットで見たニュースなど、これは、と思うネタはとりあえず調べますね。それがネタになればそれを使いますし、他の人の動画を見た時、このネタを自分だったらどう調理できるかを考えます。次に思いついたネタを元に作文を作ります。よくやるのは、オチの部分と各種笑いどころが思いつくので、それを冒頭を含め、点と点をつなげる作業を行います。作文作成中に MMD モデルの有無を確認します。ないと MMD 撮影中に書き換えなければならないので、この MMD モデルの有無は本当に重要なんですよね。ゆっくり解説で学んだこととしては、きちんと裏取りをすること。そのために、ウェブサイトから調べるとしても、同じ内容を3から4箇所は調べます。時には同じ内容でも、数字が違ったり、違った内容だったりするので、どちらの意見が正解に近いものか、4つのウェブサイトのうち1ついければ、3つのウェブサイトが正しいのか、それならば5から6とウェブサイトや、本があればそこからも引用をしますね。わからない場合は書かないか、自身の考察であることを前提にと明確にする必要がありますね。あと解説ではやってはいけないこととして、自分よがりの説明をしてはいけないということですね。自分よがりってなんだよ。例えば、やたらと業界用語や専門用語、ビジネス用語を使う人って、どう思いますか？何を話してるかわからないからぶん殴るわ。暴力はよくありませんが、実際にそんな奴の話は面白くないしわかりにくいよね。だから極力専門用語は使わない。使っても解説を入れておく。あとはわかりやすい例え話や、ちょっとした笑いどころを盛ると聞きやすいですね。作文を作り終えたら、それを元に録音します。この時に読み上げを聞きながら、漢字の読み違いや、文章の切り方、接続詞、はや、音か不自然な言い回しがないかもチェックします。時には文章の追加、変更なども行います。その割には読み間違いや抜けてるところもあるわよね。投稿後にそれが発覚すると、異様にその部分が目立つんですよね。それを見つけてしまうと作った本人からしてみたら、うわ、と思いますよ。それが終わったら文章と音声を AVI ユーテルに入れます。ゆっくり解説の場合は、文章に合わせて表情を変えたり、素材を切り張りします。それが終わってから本格的に時間がかかる作業、MMD 撮影を始めます。どういう絵を撮りたいのかは、文章作成の時点で絵を想定していますが、100% 望んだ絵が作れるのはそうそうめったにないので、自分が欲しい絵の何%で妥協するかですかね。絵を撮影するときに個人的に気を使ってるところは、誰が誰に対して話しているのかをわかりやすくしてます。例えばこの絵のように話し手と聞き手は、同じ画面の中で前後するように入れたり、入らない場合は、セリフのところにゆっくりを入れることで、誰が話してるのかわかりやすくしてます。だけど最近の面々のゆっくりは存在してないよな。その時はイラストやでそのキャラを表しますね。例えば東鉄の場合は羊、黒駒の場合はペガサス、ちまたんなら虹ですかね。MMD を撮影する際に個人的にやってることは、肩を下げることですかね。MMD モデルは読み込みした時は、初期ポーズのままで出現します。これはモデルを作る時に、作りやすいようにするためと理解してますが、
このまま腕だけ下げれば、肩を張った状態になるので若干肩を下げますね。あと気を使ってるのは指ピーンですね。指ピーン？これもモデル作成において、手の指はまっすぐにして作っているのはわかっています。しかし、指までそのままにしておくと、肩同様不自然なほど指ピーンとなるので、自然になるように指も曲げることで、個人的に自然なポーズにしてます。まだ未熟だった頃の MMD は、本当に指ピーンをしてて、自分で見返しても、これ目立つなぁと思いますね。撮影された MMD を入れて、音楽、SE、最後に使用した MMD モデルや音楽、イラストのクレジットを入れます。それって毎回やってるけど必要？これは重要ですね。MMD モデラーさんや音楽に SE、イラストの著作権を示すだけでなく、自分も他の動画を見て、この音楽やモデルを使いたい時の足がかりにもなりますからね。ゆっくり解説の時は、参考にしたウェブサイトや本を載せておくことで、裏取りをした証明にもなります。最後に全体のチェックと、話と話の間を調整し聞きやすくします。これで書き出し、そして、アップ作業を行います。これで終わり。結構長かったわね。ところがどっこい。これで終わりではありません。アップ後に字幕の書き換えを行います。まだあるのかよ。それって必要なことなのか？ YouTube の字幕は動画の文字を字幕化してるのでなく、音を字幕化してるので、字幕化した時に全く無意味な字幕、もしくはかけた字幕、さらに文脈を切る部分がいい加減なので、誰が話してるのかわかりにくくなります。字幕を見る人なんかいるの？冒頭でも述べたように、最近は海外から見てる人もいるので、日本語字幕がめちゃくちゃならば、それに沿って英訳や他の言語になるので、何が書いてあるの全く読めないそうです。これをやって一つの動画が完成しますが、終わりと同時に新しい動画を作る準備が始まります。終わりが見えねえな。はい、車輪のごとくチャンネルが終わるまで回転が続きます。すべての動画投稿者や漫画家もこの類ですね。これが動画投稿者の苦しみでもありますが、アップが終わった充実感やコメントは嬉しいですね。さて、今回の総合は終わりになりますが、来年はきちんと月に1本ですが12本は投稿したいですね。あとは特に目標は作りませんね。作ると後が苦しくなるし、できないことはできないでいいんじゃないかな、ってところですね。長くなりましたが、皆さん今年もありがとうございました。来年も、ゆっくり見ていってね。